こんにちは。今回はこちらのタートルネックの付け襟を編んでいきます。着膨れせずに重ね着した感じが出せるので、色違いで何枚かあると重宝すると思います。こんな感じですね。ネックウォーマーとしてもお使いいただけます。編み方はとても簡単ですので、よかったら編んでみてください。では材料です。糸の方はこちらの2つを使っていきます。まずこちらがダイソーさんのフラッフィー、色がブラウンですね。材質がアクリル 100% で、目安のかぎ針は7号になっています。こちらと、もう一つの方がセリアさんで購入したグラデーションブークレで、材質がアクリル 78%、ポリエステル 22% で、目安のかぎ針は7号から8号になっています。こういった茶色のぷくぷくした毛糸ですね。それと、かぎ針は7号を使用します。あとは、とじ針とハサミを使います。では、首のここのリブ編みのところから編んでいきます。ここの長さはお好みで増減してもらっても大丈夫なんですけども、今回は7号針で鎖編み12目で編んでいきます。で、その時の長さは、ここが約6センチになります。では、こちらのフラッフィーで編んでいきます。後で閉じる時に使う分の30センチぐらいを残したところに最初の作り目を作ります。糸の向こうの針を回転させて、ループに引き抜きます。そしたら糸端を下に引いて引き締めます。ここから鎖編みを12目編んでいきます。1、2、3、12目編んできました。そしたら立ち上がりの鎖編みを1つ編んで、次1段目から引き抜き編みでリブ編みを編んでいきます。では、針から数えて、1個目、2個目、2個目のこの鎖編みの向こうの1本を拾って、まず1つ目の引き抜き編みを編んでいきます。その次はまた次の鎖の向こうの1本ですね。こんな感じで向こうの1本を拾って、ずっと引き抜き編みを編んでいきます。1個目、2個目の向こうですね。まずここが1つ目の引き抜き編み。で、1つ目の引き抜き編みを編んだら、頭のところにマーカーを入れておくと、次戻ってきて編むときに分かりやすいと思います。そしたら隣ですね。向こうの1本のところに針を入れて引き抜き編み。で、引き抜き編みはどうしてもきつくなりがちなので、一つ編むたびに少し糸を引き出しておきます。また次のところ、編んだら少し引き出しておきます。同じぐらい引き出しておいたら綺麗な編み目になると思います。こんな感じで一段編んでいきます。では12目編んできました。そしたら毎段一緒なんですけども、立ち上がりの鎖編みを一つ編んで少し小さめにしておきます。で、今針にかかっている糸は一目目の頭になるので少し引き伸ばしておきます。そしたら、同じように1個目、2個目。ちょっとここ小さくしているので分かりにくいんですけども、1個目、2個目のまた向こうの1本。そうですね。ここを拾って、次の段も引き抜き編みを編んでいきます。1個目、2個目ですね。ここに針を入れて、引き抜き編み。1目目のところは、
マーカーを入れておくとわかりやすいですね。そしたらまた次ですね。向こうの1本拾って、引き抜き編み。で、少し引き伸ばして、引き抜き編み。こんな感じで、また引き抜き編みを一段編んでいきます。では、また一段編んできました。そしたらまた同じなんですけども、立ち上がりの鎖編みを一つ編んで、少し小さくしておきます。そして今針にかかっている糸は少し引き出しておきます。そしたらまた同じなんですけども、1個目、2個目、2個目の鎖の向こうの1本のところに針を入れて、1つ目の引き抜き編み。ここは1つ目ということでマーカーを入れておきます。そしたらまた隣ですね。また向こうの1本拾って引き抜き編みを編んでいきます。こんな感じで何段か編んでいきます。一番端の目が拾いにくい時が時々あると思うんですけども、そういった端の目の拾い方なんですけども、ここで言うと、今ここに糸が入ってるので、次のここが一番端になるんですけども、ここの拾いにくい時の拾い方ですね。針のですね、ここの先ではなくて、ここの鍵のところがありますね。ここですね。そこの部分を、その拾いたいところのすぐ下に置いて、で、針を回転させながら向こうに押していきます。こんな感じですね。そしたら割と簡単に針が入ってくれるので、こんな感じで拾っていきます。では100段編んできました。長さは約37センチになっています。ここは何段とかではなくて、実際首に巻いてみて、お好みの長さにしてください。で、できたら編み始めをこのように下ではなくて上の方に持ってきたときに、編み終わりをこの下で終わるように偶数段で終わるといいんですけども、ここを今からこの糸端で閉じていくんですけども、ずーっと閉じていって、今度ここからまた下を編んでいくんですけども、ここがすっきりとつながるので、できたらこのように、編み始めを上に持ってきたときに、下で終わるように偶数段で終わってみてください。では最初に取っていた糸端に閉じ針を通して、編み始めを手前、で編み終わりを向こう側に置いて閉じていきます。では針を入れていくところなんですけども、こちらの方は、初めに編んだここの鎖編みのすぐ下のこういった穴の開いてるところですね。こういったところ。ここを順番に、こんな風に、ここですね。このすぐ下のこういう穴の開いてるところですね。ここを拾って閉じていきます。向こう側のところは、ここが最後の、こういった鎖の最後のところですね、ここ。なので、ここのすぐ側面の、ここですね。ここを端から、こんな風に、こういう感じで、針を入れて拾っていきます。では、閉じていきます。まず、向こう側は、ここのすぐ側面ですね。ここの一番右の、こういったところですね。ここに針を入れて、糸を引きます。そしたら手前が、ここの
鎖のすぐ下のこういうとこですね。一番端のところ。ここですね。もうこんな感じですね。ここに針を入れます。そしたら次は向こうの2つ目ですね。側面の2つ目のこの鎖のところの、ここですね。ここに針を入れて糸を引きます。そしたら次は2つ目のこの鎖のすぐ下のところですね。ここに針を入れて糸を引きます。ちょっと引いておきます。次はここの3つ目の鎖のここですね。こんな感じで順番に拾っていきます。目で次のところですね。で、少し閉じたら糸を少し引いておきます。こんな感じですね。次はこうです。こんな感じで最後のところまで閉じていきます。では最後の方まで閉じてきました。最後はこの糸が出ているところのここのこういったところですね。ここと、で、手前が、ここが最後ですね。こんな感じですね。ここのところですね。裏はこんな感じです。そしたら今度は、ここを編んでいくんですけども、ここの糸処理は、またここ、長さを変える場合があるので、ここは最後で大丈夫だと思います。では今、ここのリブ編みのところをつなげてきたので、次はここの模様編みを編んでいきます。では次は、ここの鎖模様のあるところ、高いところですね。その間のこの低いところがあると思うんですけども、今、ループはここの高いところで終わってると思うんですけども、この次の低いところの、ここの1本のとこですね。こういったところに針を入れて、細編みを編んでいきます。今、こんな感じになってると思うんですけども、ここの次の低いところですね。そこの上のここの1本のところ、ここにちょっと移動していこうと思います。ここに針を入れて、で、引き抜き編みをして、まずここに移動してきました。で、ここで立ち上がりの鎖編みを1つ編んで、で、同じところに針を入れて、1つ目の細編み。ここからスタートします。細編みを編んだら1つ鎖を編みます。そしたらこの次の低いところですね。この1本のところ。ここですね。ここに針を入れて細編み。で、すぐ鎖編みですね。また次のこの高いところではなくて低いところのここの1本。ここに針を入れて細編み。で、鎖。こんな感じで低いところの上の1本を拾って細編みをして、で、鎖。っていう感じで一周編んでいきます。鎖。
で、ここですね。で、鎖。では、最後の方まで編んできました。ここの低いところが始まりなので、ここが最後ですね。ここの1本のところに針を入れて、細編み、で、鎖。そしたら一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そしたら次の段はまた鎖編み一つで立ち上がって、すぐ足元ですね。ここに針を入れて、細編み、で、鎖。下の段の細編みの頭に針を入れて、細編み、鎖。また次の細編みですね。細編みの頭に針を入れて、細編み、鎖。こんな感じで下の段と同じように細編みには細編み、で、その次は鎖という感じでまた一周編んでいきます。では、ここの模様編みのところ、7段編んできました。では、次のところは、今度は、ここの下のところですね。ここのところを編んでいきます。こちらは、グラデーションブークレ、こちらを使って編んでいきます。では、7段目、最後、ここの一番初めの細編みのところで引き抜いたと思うんですけども、ここを1個戻ってもらって、ここの鎖を編んだところですね。ここに針を戻して糸を変えていきます。グラデーションブークレの方ですね。糸処理分の15センチを残したところぐらいから始めていきます。また細編みの頭に針を入れて、で引き抜きます。ここで糸が変わりました。そしたら立ち上がりの鎖編みを1、2、3目編みます。そしたらここの手前のとこですね。ここのところに長編みを1つ編み入れます。そしたら次のここのスペースですね。ここに長編みを2つ編み入れます。2つ。また次のここのスペースですね。ここの鎖のところですね。そこにまた2つ長編みを編み入れます。2。こんな風に下の段のこの鎖のスペースのところですね。ここの中に長編みを2つずつ一周編んでいきます。ここですね。ここは細編みの頭になりますね。だからこちらの方ですね。では一周編んでいきます。では一周編んできました。そしたら一番初めに編んだ立ち上がりの鎖編みの3目の3目目のところに針を入れて引き抜くんですけども、ちょっとわかりにくいので、だいたいこの辺かなっていうところに針を入れて、で引き抜きます。こんな感じですね。そしたら立ち上がりの鎖編みをまた3つ編んで、すぐ下のここのスペースですね。ここに長編みを1つ編み入れます。そしたら次ここのスペースですね。また下のスペース、順番に長編みを2つずつ編み入れていきます。では同じ編み方で1、2、3、4段編んできました。
そしたら次5段目は、スペースに今までは長編みを2つ入れてたんですけども、5段目は今度は長編みを3つ編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを3つ編んだら、すぐ下のスペースですね。ここにあと2つ長編みを編んでいきます。そしたら次のスペース、ここに長編みを3つ編んでいきます。1、2、3。また次のスペースに長編みを3つ編んでいきます。こんな感じでこの段はスペースに3つずつ長編みを編んでいきます。では5段目も編んできました。そしたら立ち上がりの鎖編みの3目めのところに針を入れて引き抜きます。そしたら最終段の6段目ですね。また立ち上がりの鎖編みを3目編みます。そしたらすぐ下のところのこのスペースに同じように長編みを2つ編み入れます。6段目はこのスペースに長編みを3つずつ編んでいくんですけども、その間に鎖編みを1つ足して編んでいきます。次のスペースに長編みを3つ、1、2、3目編んだら鎖を1つ、そしてまた次のところで長編みを3つ編んでいきます。こんな感じで長編みの束の間に鎖編みを1つ編んで1周編んでいきます。では最後の方まで編んできました。そしたら最後鎖を1つ編んで、立ち上がりの鎖編みの3目めのところに引き抜き編みをして、これで完成ですね。あとは糸を糸処理分15センチぐらいのところでカットして引き出して、あとは裏の方で糸処理をしておきます。では材料です。この2つともダイソーさんのものなんですけども、まずこちらの方がリサイクルポリエステル系統 40% 増量ですね。色はミルキーホワイトで、ポリエステル 100% で約 100g 約235メートル。目安のかぎ針は5号になっています。それとこちらがブークレですね。色はクリームで、こちらもポリエステル 100% ですね。約 35g 約68メートルで、目安のかぎ針は7号になっています。ではこちらの白い方の編み方なんですけども、ここのリブ編みのところ、ここは茶色の方よりも28段多い128段編んでいます。で、長さは約36センチでした。で、この次のところ、細編みと鎖編みの模様編みのところは、ここは茶色の方と全く同じ編み方です。段数も同じ7段編んでいます。そしてここのブークレのところですね。ここは最初、スペースに長編みを2つずつ編むところなんですけども、ここは5段までスペースに長編みを2つずつ編んでいます。で、最終段の6段目。ここは、スペースごとに長編みを3つ編んでいます。では、サイズを測っていきます。まずこちら茶色の方の高さが約17センチ。で、首のところ、こんな風に測りますかね。ここがだいたい
約16センチですね。で、ここが約45センチになっています。で、こちらの白い方ですね。この高さが約15センチ。で、首周りが、ここは一緒ぐらいですね。約16センチ。で、ここが、約47センチですね。では、糸処理をして完成しました。チクチクしない毛糸なので、気持ちよくつけていただけると思います。ここのブークレンのところですね。ここは、長編みなんですけども、下のスペースに編み入れる編み方なので、目を拾わなくてもいいので、編みやすいと思います。同じくらいの太さの毛糸だったら、今回の編み方で編めると思いますので、お好みの毛糸でも編んでみてください。今回も見てくださってありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。